デジタルラボカズチューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。今日はブラシの詳しい解説というか説明、機能いろいろもろもろの動画と一緒に説明していくんで、ちょっと自信ないよって方、あとよくわからない、ブラシのことよくわかんないよっていう方がいれば、最後まで見ていただければと思います。大体のことはわかると思います。僕もすごい詳しいわけではないんですけど、使ってて不便にならないような使い方は説明できるんで、そんなような動画になります。最後までよろしくお願いします。で、ブラシなんですけど、基本についているブラシ、ここら辺かな。ここら辺は CC を入れると必ずついてくるブラシなんですけど、その他にこのブラシなんですけど、これダウンロードできるんですよ。全部で26個あって、で、ダウンロードのやり方はですね、ネットで Photoshop ブラシ無料ダウンロードみたいな感じで調べれば出てきます。で、ここら辺のすべてダウンロードしたのがこちらになります。で、今現在僕が使っているブラシってこの中から抜粋して、これが僕が使っているブラシの一覧なんですけど、実際に運用している部分はこのぐらい。で、多すぎるとね、これでも十分多いんですけど、多すぎるとやっぱり選ぶ時間とか、そのブラシを選択する時間で結構時間取られちゃうんで、なるべくコンパクトに、あと使いやすく順番を並べとくっていうのが大事です。で、一番今回 2個紹介しようと思ってて、1個目がこれ、2個目はこれ、この2つのブラシを紹介します。今日はまず1個目のグラデーションでよく使ってる、もうこれしかもう使ってないんですけど、これすごく優秀なんです。で、すいません、3時間ぐらいね、僕の記憶だとこの中から作った記憶しかないんですけど、一応探したんだけど見当たらないんですよね。なんで一応設定だけは喋れるんで、設定だけ、あとどんな用途でどんな風な形式で使ってるかだけ説明します。ちょっとね、本当に皆さんにシェアしたかったんだけど、見当たらないんですよ。これ似たようなのはねあるんだけど、どうしてもこの形が見つからなくて、似たようなまっすぐなやつはあるんですけど、これでグラデーションのどんなブラシかっていうとこれです。結構見てくれてる人はわかると思いますけど、これもう初っ端で毎回使うブラシ。空のグラデーション以外にも壁だったりとか、地面を塗ったりとか、そういうのにも使います。これのブラシの設定を今から説明します。で、これ流量 12% で細かい設定なんですけど、こちらその他と滑らかさにチェックがそれぞれ入ってます。いじるところはここチェック入れて、こことシェイプ、17はこれですかね、コントロール回転と、ここテクスチャーの数値です。で、ちょっと注意しておきたいのは、この回転するブラシ、これプロペンってこれ板タブ買った時に必ずついてくるんですけど、これとは別でアートペンっていうのが市販されてて、ワコムさんからで1800円ぐらいかなで買えるんですけど、これじゃないとちょっと僕の作業と背景描く作業にしてはちょっと不便かなと。何ができるかっていうと、ペンをね、くるくる回転すると軸がくるくる動くんですね。これができるのがアートペンだけになります。で、筆圧はこっちよりもね劣るんですけど、4分の1ぐらいの感度しかないんですけど、ただでも十分使えます。で、プロペンに慣れてる人はちょっとモヤモヤするかもしれないですけど、慣れれば慣れます。で、これ動いちゃうんですけど、この動くのがいいと。で、そこはどこでやるかっていうと、このシェイプの角度の実タ、これですね。普通のはね、オフだったり筆圧だったりになってるんですけど、あと傾きか、ペンの傾き
でくるくる回るような設定にはなるんですけど、アートペンにするとここが選択できるようになります。こんな感じでくるくるくると。で基本僕の使ってるブラシほとんど入ってます。ほとんど全部っていうか、まあ実際に使ってるブラシで固定されてるものはゼロですね。そう。もう使ってるやつは全部動くように設定してます。それぐらい重要です。で、グラデーションのブラシは紹介したいのはこれ。本当はね、本当に残念ですけど。で、このブラシの動画作るときにちょっといじってたら、いいのができたんでちょっとご紹介します。今まで全く使ってなかったんですけど、混合ブラシっていう普通のブラシとは別にあるんですけど、これさっきのグラデーションのブラシの設定をそのまま引き継いで混合ブラシにしてやってみたらうまくいったよと。ここまでは普通ですよね。で、ここからがすごいです。わかりますか？本当にアナログっぽい。これでまだ実背景はまだ一回も描いてないんですけど、これいいっすよね、めっちゃ。でちょっと自分で使われてるグラデーションのブラシがあったら、ちょっとこの設定、今からここのよくわからない数値の設定を今から説明するんで、同じようにしてくれればもしかしたら同じような感じになるかなと。なんか自然物塗るときとか下塗りの時とか良さそうですよね、めっちゃ。アナログっぽいですよね、めちゃくちゃ。はい、今からこの説明します。で、一番ちょっと初めにやってもらいたいのが、意外と地味なんですけど、ここ単色カラーのみ補充っていうところにチェックを入れてもらいます。で、このボックスが2つあるんですけど、これはこっちだけで、カスタム、にじみ 10%、 補充量58、ミックス0、流量70で、このわけわかんないのが38で、これ 0%。 はい、この数値にしました。まあ40分ぐらいかけてこの混合ブラシ調合で、だいたいこの数値にしてれば似たようなものにはなるんじゃないかなとは思いますけど、あとは書き味次第なんで。はい、一応これ混合ブラシの説明でした。で、紹介したいブラシ最後1個。これ線画の人によくあるかなと。線画の方、あんまり使わないんですけど、これめちゃくちゃいいじゃんと思って今回ご紹介。で、これ回転入ってないんです。これ傾き検知なんで、こうくるくるペンをくるくる回すとこう変わります。で、倒した状態で描くとこういう太い線が描けると。で、これ今虹色になってますけど、面白いですよね。ここがパレットになってて、この感じの鉛筆がここにあるよっていう感じで描けると。で、この虹色をやめたければ、別の色にして普通に描けば、デッサンとか鉛筆でそれっぽいのを描きたければ、結構描き味もすごい滑らかです。めっちゃいいです。これ僕が似たようなの使ってるんですけど、それでも全然いいですね。これが新しい発見です。で、これ自体は先ほど言ったここのダウンロード先のこれです。サマーで、どこにあるかっていうとこれです。サマー2020ってやつ。これで言うと2020の夏、このブラシの中にダウンロードすると入ってます。で、それの一番下、これですね。これを自分なりにカスタマイズすれば
めちゃくちゃいいブラシになる。これをベースにいろいろ設定すればものすごいいいものができると思います。かわいいですよねこれで。紹介したいブラシは以上2つ、混合ブラシも含めると3つですけど、はい。で、設定うまくこうカスタマイズできた時のブラシの保存の方法なんですけど、知ってる方いれば、飛ばしちゃってもらっても大丈夫です。ここ見ると分かりますけど、このツールが記録されてるもの、このブラシのマークついてるの、これ何か分かりますかね。これは特別さらに1個深いやつなんですけど、これ何かっていうと、こう普通のブラシって変えた時にはここの状態が継続されるというか、この無印のやつに設定するとブラシツール選んでればそのままブラシツールそのまま継続されますよね。あとここの数値とかそのままの状態で引き継ぎ、前のブラシの設定のまま次のブラシに行くんですけど、ここがついてると何が起こるかというと、今消しゴムに変えました。前のブラシは消しゴムを使ってて、でこのブラシマークがついてるブラシを選択すると、はい、こうブラシがもうツールごと読み込んじゃうと。でしかも、この流量とかいろいろここら辺をそれぞれいじると思うんですけど、そこの状態も保存できるブラシの状態を保存できるっていうのがこのマークの特徴です。であと、数値があるやつとないやつ、これも似たようなもので、このブラシのサイズを引き継ぐか引き継がないかです。でこれポチッと押すと大きくなりますよね、200に。で無印のやつにするとこう200のさっきの200のままこのブラシに変わると。なんでいろいろその保存状態を自分で選べるっていうのが CC のものすごいいいところです。で実際にこうブラシを使ってうまくいったなと思うじゃないですか。あとこっちの数値とかをべちゃくちゃいじって、よしこれめっちゃいいのできたって思ったら、この数値も含めて、右クリック、ペンで言うとこの何もいじってなければこの先っぽのボタンですね、これ押すとここ出てきます、ブラシの。でプラスがある、ここにプラスボタンがあるんですけど、これを押してもらいます。でこの状態ではまだ保存されません。でブラシ名と、ブラシ名もあんまつけてないんでそのままですけど、ここのチェックボックス2つ、これが超重要で、ブラシのサイズをプリセットで保存って言ったのは、さっき説明したこの数値、ブラシのサイズを保存しますかっていう、これを押すと今500ですけど、500のやつが新しくできると。でこのツール設定を含めるってやると、2つ出てきます。カラーを含めるは本当にカラー、今使ってる色までも似たような色にすると。だから線画でペンで毎回同じ色で描くみたいな人に関しては、このカラーを含めるはとてもいい設定なんじゃないかなと。いちいち入れ替えなくてよくなるんで。で僕背景マンとしてはあんまり使わないんで、ここはチェック入れません。でこのツール設定を含めるってやると、さっき言ったブラシで記録すればブラシのツールを記録して、さらにここの設定、透明度 50% とかここら辺にある設定もろもろを引き継ぎ保存できます。何もやらなければ、こっちでいじった情報、普通のブラシの情報のみになるんですけど、このまま OK やれば本当にプレーンのこの状態、ブラシサイズも記録されずツール類も記録されない、こっちの設定をいじったものだけのブラシが新しくできます。わかりましたかね。おすすめはね、本当にこれ、サイズはどっちでもいいですけどね、これはめちゃくちゃ便利です。この設定も引き継げるんで。はい、そんなようなブラシの説明になります。実際に作ってみて、自分の
塗った感じとか、ちょっとね本当に残念ですけどお渡ししたかったんですけどね。自分の作品とかにね携わってくれる人に関しては希望があれば全然自分のブラシはいつもあげてるんで、基本ここら辺使ってるよみたいな情報提供はしてますんで、ただ YouTube の方々に渡せるかというとちょっと難しいかなと。こういう設定を自分でいじってもらって、似たようなものにはなるんですけど、今回はそんなようなことです。ブラシの置く場所もすごい重要で、大きく分けて5つ、下塗り、通常の下塗り、植物の下塗り、自然物の下塗り、普通の仕上げのタッチ入れるグループと、あと自然物のタッチ入れる時のグループで、5つ目がザラザラ質感をブララッとこういう昔で言う剥がしですね。アナログの時で言うと剥がしのそのテクニックがあるんですけど、それの用途、コンクリだったり石垣とかね、そういう時にちょっとパラパラっと入れるテクスチャーっぽいブラシのグループのこの5つで大体大まかに分けてます。で、自然物の中には岩とかね、あと雲とかいろいろあるんで、そこも少し簡単に分けてますけど、このブラシをねこう横断しまくると結構時間使っちゃうんでね、結構重要かなと思います。ぜひ自分のワークフローの中で自分の作業を見直して、この並びの方がいいなっていうのであれば自分でこう移動してみるといいと思います。移動の仕方ほんと簡単です。こうやってやれば移動します。で、複数やりたいときはシフトをしながらこのまま3つまとめて移動とか、すごい CC になってね、ここら辺のやり方がめちゃくちゃ便利になったんで、はい、今日は以上になります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね、また別の動画でお会いしましょう。